皆様、本日はですね、こちらの男爵芋ですね、じゃがいもを使って、マクドナルドにもね、負けないようなクリスピーフライドポテト作っていきたいと思います。パチ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 。はい。ということで、早速作っていきたいと思いますが、まずはこちらのね、じゃがいも、皮を剥いて、この芽ですね。じゃがいもの芽、取っていきたいと思います。では、綺麗にね、皮と芽を取ったら、まずじゃがいもをね、半分に切ります。で、じゃがいもの種類なんですけども、男爵芋がいいです。メイクインより、男爵芋の方が、外はカリッと中はホクホクっとした食感になるんで、おすすめです。そしたら、自分のお好みの太さの、ポテトにしてほしいんですけど、僕はこれぐらいかな。揚げるとね、思いのほかね、ちょっと縮むんですよ。なんで、自分が理想している、太さより、ちょっと太めの方がいいと思います。これね、半分に切って、薄切りにしたら、自分のお好みの、太さに。こんな感じで、こういう感じのね、太さにしてあげていきます。で、そしたら、切り終わったら、すぐ水にさらしてください。アクを抜きます。で、今回作るフライドポテトの作り方なんですけど、多分ね、他でね、作り方はね、聞いたことないんじゃないかなっていう作り方になってると思います。なので、ぜひぜひ、作ってみてください。真似してみてください。こうやって半分に切って、半分に切ったところの断面を下にして、こうね。OK。じゃあ全部のじゃがいも切り終わりました。これでね、包丁を使う作業は終わりです。楽ちんですね。そうしたら、ボウルにね、こうやって水を入れて、約10分間ですね、水に浸してアク抜きをしてあげてください。では、10分経ったので、水切っていきたいと思います。では、軽く水気を切ったら、ここに塩を振ります。これがね、一つ目のポイントですね。塩を振って下味をつけるっていうのもあるんですけども、そうすることによって浸透圧で水分が中から出てくるんですよ。なので、衣が絡みやすいっていうのと、水分が早めに抜けてホクホクしやすいっていうので、最初に下味の時点で軽く塩をまぶして揉み込んでおきます。軽く。そしたら衣の準備します。では今回の衣なんですけども、2種類の粉を使おうと思ってまして、1個が、小麦粉、薄力粉ですね。こちらを大さじ1で、もう1つがこちらですね。はい、米粉をね、大さじ3なので、比率で言うと1対3の感じで合わせた粉を使っていこうかなと思います。で、なんでね、今回2種類の粉を使おうかなっていう理由なんですけども、米粉を使うと油の吸収が抑えられるんで、時間が経ってもカリカリの食感がね、保てるんですよ。なので、米粉を使いたいっていう感じですね。片栗粉でもいいんですけど、片栗粉よりは、米粉の方がいいと思います。なので、こちらを大さじ3。これがサクサクになる秘訣ですね。多分ね、サクサク感で言ったらマクドナルドよりも絶対上になると思います。そういえば最近買ったグッズでこれおすすめなんですけど、これめっちゃ良くないですか？こうやってやったらこれでもう閉まるのおすすめ。そしたら粉回してかき混ぜておきます。こんな感じで綺麗に混ざったら、先ほど塩もみしてたじゃがいも投入していきます。水を切らなくていいです。水分とか余計な水分を取んなくていいです。これによって衣が綺麗にくっつくんで、もうすでにちょっとほらこんな感じで水分出ちゃってるね。そしたらこれをこう混ぜてあげてください。そういえば今回僕はボールの方がかき混ぜやすいしやりやすいからボールでやってるんだけど、普通に混ぜた粉を
袋に入れて、ビニール袋でシャカシャカやっても全然大丈夫ですよ。こんな感じで綺麗に、全体的にまぶし終わったら、余計なね、粉はね、捨てちゃってください。粉がね、残ってると油汚れの原因になるので、余計なね、粉を省いたら、少し置いといてください。今はこんな風に真っ白なんですけども、時間が経つと少ししっとりして、今真っ白だと思うんですけども、これがね、少しね、半透明っぽくなるんですよ。そんな感じになるまで少し置いといてください。これをなじませることによって、衣が剥がれにくくて、油も汚れないっていうのもあるんですけども、カリッと仕上げやすくなるので、まずは少しここを置いといてあげてください。これもポイントですね。では、少し置いたんですけども、ちょっとね、分かりづらいかもしれないんですけども、こうやってよーく見ると半透明になってるのは分かると思うんですよね。よーく見ると。こんな感じになったら OK なので、油温めてください。では、早速揚げていきたいと思うんですけど、油の温度は170度まで上げてください。では、170度まで上がったので、早速入れていきたいと思います。そしたら少し入れたら、ほんの少しだけみんなが腹がれるように、ほんの少しだけ触ってあげて、で、高すぎたら少し下げてあげて、170度から160度ぐらいの温度で揚げてあげてください。で、最初はこんな風にね、もう水分がめちゃくちゃ多いんで、バーってなってるんですけど、時間が経つとこの気泡みたいのがどんどんなくなっていきます。もう、カラカラ音がしてるの。で、この状態で約5分ぐらいのね、揚げていきます。お使いのね、フライヤーとかね、火加減によって少し時間を前後するんですけども、だいたい5分ぐらい。で、少し上がり始めたら、こんな感じで、空気を含ませるじゃないですけど、こんな風に上に上げながらやると、よりカリッとします。もう見てわかると思うんですけど、もうだいぶね、さっきよりも、気泡がね、全然出なくなって、これがね、ほとんどね、水分がなくなってきてる状態なので、サクッと。でも中はホクッとした食感になります。で、5分とは言ったんですけども、こんな風に上にフライドポテトが上がってきて、いい感じのね、きつね色になれば出来上がりですね。では、いい感じの揚げ色になったので、揚げていきたいと思います。ちょうど5分だね。で、ここで必ずね、味見してください。いきますよ。サクサクのホクホク。このね、一番最初に揚げたてが、お店よりも美味しい、もう世界一美味しいフライドポテトなんで、作り手の特権なんでね、これは必ず味見してあげてください。で、ここで味見した理由もう一つあるんですけど、下味付けてるんで、あとどれぐらい自分の好みでね、味付けするかっていう基準にもあるんで、味見をしてあげてください。じゃあ残りの芋も揚げていきたいと思います。で、1陣目。一番最初に揚げたやつはね、温かいうちに味付けだけはしといてあげてください。僕は今回こちらのクレイジーソルト、ペッパー、オニオン、ガーリック、タイム、セロリ、オレガノ。これがね、全部いっぺんに入ってて、これ1個でね、すごく味が決まるんで、これおすすめなんですけども、ない方はね、もちろんお塩だけでも美味しいし、あと、小さいお子さんが食べる場合は、コンソメとかもすごく美味しいです。はい、じゃあ、かけときます。では、第2陣も程よく油が切れたら、入れて、もう一度クレイジーソルト入れて、もう音ではもう分かると思うんで、もうサクサクでしょ。ということで、こちらでね、外サクサク中ホクホクのクリスピーフライドポテト完成です。じゃあ早速実食していきたいと思います。
では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。いいね、芋だね。乾杯。いいっすか。じゃあ行こう。じゃあ何もつけずに最初いただいてよろしいでしょうか。はい。いただきます。うまっ。もう芋感すんごい強いじゃん。多分マックとか多分マッシュポテトみたいなのを揚げてるじゃん、じゃなくてもうまんま芋って感じだからさ、芋のうまさがもうダイレクト。めっちゃうまいね。でこの周りのちょっとこのカリカリ感、サクサク、衣かなんかつけてんの？そうなんだよね。何つけてんの？米粉と、小麦粉だから油っこくないし、軽やかでサクサク感があるから個人的にはすごいおすすめで、さっきマックってこうちゃんマックよりもやっぱり芋感があってすごい美味しいんだよね。だけど外のカリカリ感も時間が経ってもそんなにね、なんだろう、しなることがないんだよね。ちょっとケチャップつけていい？うまい。うまっ。もっと揚げればよかったね。だからマックの細さでさサクサク感なんだけどさ、芋感がモスバーガーみたいなさ、しっかりと芋が味わえるからめっちゃ美味しい。これ何個分？芋3つ。足んねえな。もっとやればよかったね。今回二度揚げしてないんですけど、ほんのり色がつく、きつね色にちょっとなる手前ぐらいで1回揚げて二度揚げするともう少しカリッとするんですけど、僕はこれぐらいがおすすめです。十分だよ。これぐらいのクリスピー感が一番いい。めっちゃうまい。だから厚さもさ、いろいろ好みがあるんだけどさ、これぐらいの方がね、ちょっと芋感もあってね、うまいです。いや、食べやすい。結構さ、もう大ぶりのさ、やつあるじゃん。なんか、三日月みたいな。あれも美味しいんだけどさ、あれってめっちゃ水分持ってくじゃん。それがない。これくらいが多分ちょうどいい。俺ほんまに、大きさ的にはマックのポテトが一番好きなんだよ。それくらいのサイズじゃん。それがめっちゃいい。もうないけど。ベタボンメです。嬉しいですね。もうなくなった。ということで、本日はですね、クリスピーフライドポテトを作らせていただいたんですけども、今回のね、クリスピーフライドポテトなんですけども、普段ね、多分皆さんが見たことがない作り方になってると思うんで、見ていただいた通り、もう、サクサクだし、中ホクホクで、めちゃくちゃ美味しいポテトが出来上がるので、コツはね、途中言ってるんですけど、こうちゃんがね、よく唐揚げ作ってる時にさ、まず、少し置いてあげてるじゃん。しっとりさせて。で、その方が油が汚れないし、で、その水分蒸発によってよりサクサク感になったりとか、逆じゃん、普段。皆さんが聞くのって。パッて衣つけたらすぐ揚げるみたいなんだけど、それってね、意外と油が汚れるんですよ。なんで、少し置いてあげて、馴染ませることによって、サクサク感も味わえて、油も汚れなくて、とってもおすすめなので、ぜひ皆さん試していただきたいなと。あと余分にね、水分を取ってあげるとか、そういう作業もなく、簡単にできて、しかも美味しいので、真似していただけたらなと思います。どうでした、こうちゃん。美味しかったです、本当に。本当に美味しかったです。もうまさにクリスピー。クリスピー。クリスピーです。よかったです。じゃあ、以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。またね。バイバイ。